皆様、こんにちは。お沖縄アジア交流プロジェクト、島をつなぎ、暮らしと文化を第3回交流イベント、伝統大陸とマレーシアをご覧くださり、本当にありがとうございます。私は本日の進行役を務めます。株式会社東洋企画印刷桃と編集の井上千鶴と申します。Editor-in-Chief よろしく of お願いいた Momoto します。 Magazine. はい、今日は沖縄県の久米島とマレーシアを結んでおります。はい、まずはですね、国際交流基金アジアセンターからのご挨拶。まずは久米島のプレゼンテーションを30分ほど。はい、その次にマレーシア側のプレゼンテーションを30分。はい、次に登壇者によるフリーディスカッションを20分ほど。こちらは逐次通訳、日本語で話したら英訳が入り、その後、本日視聴されている皆様からのこの Q&A、ご質問に答えたいと思います。では、このイベントの主催者であります国際交流基金アジアセンターの武田康隆さんより一言ご挨拶をお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。国際交流基金アジアセンターの武田と申します。本日は島をつなぎ、暮らしと文化を語る Asia にことを Center. So thank you very much for joining us today for Connecting Islands で Discuss. すからご挨拶をさせていただいております。本日のウェビナーですけれども、1月8日、1月25日に引き続きまして、3回目の開催となります。今回は久米島とマレーシアを結んでの意見交換とディスカッションということになります。沖縄はですね、今年2022年、日本に復帰してから50周年という節目の年にあたります。私たち国際交流基金アジアセンターでは、この1月から2月にかけて、沖縄とアジアの国や地域を結ぶ事業を展開しています。私たちが日々の生活の中で接するアジアの人々、観光客として日本を訪れていたりとか、さまざまな立場で日本で暮らしていたりとしている人たちというのは一体どのような文化的バックグラウンドを持っているのかと。また各国と日本との間で、文化的にあるいは社会的に、どのような共通点や課題があるのか、そうしたことを知っていただくためのイベントを実施をしているところです。今回は伝統文化とモダンライフというテーマで、久米島とマレーシア、サラワク州の伝統的な織物の保護と継承に関してお話をいただくことになっています。私自身お話を伺うのをとても楽しみにしています。なお、この島をつなぎ暮らしと文化を語るのシリーズですけれども、今週19日金曜日、与那国島から台湾およびシンガポールを結んで交流会を行いたいと考えております。ご関心のある方は、国際交流基金のアジアセンターのホームページをぜひご覧いただき、ご参加いただければというふうに思います。今回のプロジェクトを通じまして、沖縄とアジア各国地域との間の理解を文化の観点から促進できますことを願っています。最後に雑誌ももとを発行する共済の株式会社東洋企画 Inc. for sponsoring the publication of the magazine Momoto, Ms. Miyu ウェリン・ジェフリー・ジェホムさんに感謝を申し上げまして、私からのご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、私は現在ですね、那覇市、沖縄県の那覇市の首里というところにいます。この緑のところが、沖縄島な Okinawa んです。Prefecture, and this green part is Okinawa. And then I will be using Shuri as a base to connect Kume Island in Okinawa Prefecture, which is the red part here. マレーシアの首都クアラルンプール、こちらですね、にありますマラヤ大学をつなぎます。はい、こちらの地図ご覧ください。久米島は北緯26度、東経126度に位置しておりまして、沖縄県の県庁島までだいたい飛行機で35分、フェリーで3時間30分という距離です。はい、沖縄県はかつて琉球という独立国で中国や東南アジアと交易をしておりました。地図をご覧になってお分かりの通り、那覇港から
那覇港を出てですね、大陸に渡るこの航路の途中に久米島があります。久米島は昔からその文化、交通の要衝でもあったわけですね。文化が行き交う交通の要衝でありました。で、琉球には、マレーシアと交易 culture. And Ryukyu Island have a history of trading with Malaysia right over here. 王国に1463年から1511年までの間に18回船を出したという記録が残っています。久米島をこう経由した船がですね、こう渡ってマラッカに行っていたかもしれません。はい。マラヤ大学はマレーシアの首都クアラルンプールにあります。こちらは北緯3度、東経101度に位置してまして、東京からクアラルンプールまでの距離は約5324キロ。那覇からですと3774キロメートル。久米島からですと3716キロ、少し近いですね。こう考えると、昔の琉球人がそのアジア各国と交易をしていたっていう歴史がなんとなく感覚、距離感がつかめるかと思います。現在はコロナの影響で運休している国際線が多くてですね、乗り継ぎもコロナ前と同様にはいきませんけども、沖縄からですとマレーシアは台湾や香港経由で行くのが便利でした。コロナ前は日本からクアラルンプールへの直行便が成田、羽田、関空、札幌、福岡から飛んでいました。もうたくさんの人が往来していたっていうことがなんだか懐かしく感じられるような話ですね。はい。本日のテーマは伝統文化とモダンライフ。久米島 Modern life. Kumejima Island has a traditional craft called Kumejima Tsumugi. So this is a traditional craft, as you can see, which has been handed down since the days of Ryukyu Kingdom and designated as important tangible cultural property of Japan. And in case of Malaysia, in Sarawak, there is a traditional textile called puakumbu. It is said that it is meant to wrap a human body, maybe like a swaddling cloth. The case study in Malaysia that I will introduce to you today is this puakumbu weaving. So this is from Sarawak and the capital here, Kuching. It's about 970 kilometers from Kuala Lumpur, so it's quite far away. And it takes about 1 hour and 45 minutes by air. This is roughly equivalent to the distance from Chiba to Fukuoka. And Welly-san's research goes further here to the rural area over here. So I believe that she will be talking more in detail later on in her presentation. So after hearing how the people of Kume Island and Sarawak are trying to protect and pass on their traditional craft and culture, showing them to next generation amidst the drastic changes in lifestyle and economic structure in the last 100 years, we will have an exchange of opinions. In many parts of Asia, there are dyed and woven textiles such as Kumejima Tsumugi and Puakumbu, but it is becoming harder and harder for these handicrafts to survive due to mass-produced, inexpensive 生活すること自体も減りました。でちなみに沖縄にはですね、国が指定する伝統的工芸品が16品目ありますが、そのうち13を染め織りが占めています。その多くは琉球王国時代に税として織られて、王府に仏納されていたものでした。島々の染め織りは重要な交易品でもあり、例えばこの都上布ですとか、八重山上布は、江戸時代にはですね、薩摩上布という名前で髪型や江戸で人気があったそうです。沖縄ではもともとは和装とは仕立ても着方も異なる流装で着用されていました。ただここ2、30年で流装はこういった伝統芸能などに残るのみで、街中でこういった流装のおばあさんを見かけるようなことっていうのはもうなくなりました。沖縄には多種多様な染め織りがあるとはいえ、そのほとんどは実は、京都や東京の方の、本土の
呉服問屋さんが買い上げて、沖縄県内で流通するのはごくわずかです。産地によっては 100% 京都の問屋さんが買い取ることもあります。より大きな市場に物が流れるのは、経済の仕組みを考えれば当然といえば当然なんですが、その一方で国内全体が進み、着物市場は縮小し続けています。着物は高いし、ルールやってなんだかよくわかんないとか、着付けも難しいと感じる日本人が、ここ数十年で随分増えたんじゃないかと思います。この、イメージ図、ご覧になってお分かりの通り、問屋さんをこう何度か経由して、呉服屋さんの店頭に並ぶときには、生産者が出荷した時の価格の5倍から10倍になるっていうような流通の複雑さもあります。分業化や機械化が進む日本国内の他産地に比べて、沖縄では昔ながらの伝統的な手仕事が守られています。分業化や機械化で価格を抑えることも、それももちろん企業努力なんですが、手仕事を守るということも、伝統文化の継承という意味では非常に重要です。ただ、それゆえに、問屋さんが買い取る時の価格を職人さんがこう時給に換算してみると、なんと時給300円になってしまうっていうような例もあります。これでは、どんなに伝統的な、どんなに大切な伝統文化であっても、後継者を見つけることや、仕事や産業として継承していくことが難しくなってしまいます。沖縄県や市町村も伝統工芸を守るための施策を打っていますが、構造的な流通の問題を解決するまでには至っていません。はい。染め織りをはじめとする伝統工芸には様々な課題がありますが、それでも伝統的な技法で生み出される手仕事は、もううっとりするような美しさがあります。私も今日は久米島紬を着ていますが、こっくりとこの赤茶がかった独特の黒で、しっくり馴染んでこの着崩れしにくいっていうこの着心地ですとかね、やっぱり着物好きの方、中でも琉球物がお好きな方にもぜひおすすめしたい織です。Presenters, we have one from Kumejima. She is Ms. Miyuki Miyara, Chief Curator of the Kumejima Museum. Hello, Miyara-san, Miyuki-san. 麦の羽織をジャケット風にちょっと着てみました。はい。じゃあ、マレーシアの方は、マラヤ大学では、マラヤ大学人文社会学部人類学社会学科 of Anthropology and Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences from University of Malaya, Kuala Lumpur. Hello. Hello. I'm wearing my textile. 久米島でもの取り組みについてプレゼンテーションをお願いいたします。はい、皆さん本日はこの交流イベントにお招きいただきましてありがとうございます。このような素晴らしい取り組みに参加させていただいて大変光栄に思います。はい、久米島博物館の学芸員をしております宮原美幸と申します。どうぞよろしくお願いいたします。伝統文化とモダンライフをテーマにお話ししますが、伝統文化と言いましてもいろいろございまして、私がお話しするのは先ほどから何度か出てきました久米島紬、久米島の伝統的絹織物である久米島紬を中心にお話しします。今回私が、伝統文化と地域の特色は切り離せないものですので、久米島紬についてお話しする前に、紬を育んだ島、久米島とは一体どのような島なのかというのを紹介させてください。その後に紬の歴史について、続いて紬の技術、手技について、次に紬の動画もご覧いただこうと思っています。最後にまとめとして久米島紬とモダンスタイルについてお話しさせてください。はい、それでは次のスライドお願いします。先ほど地図さんがとても丁寧に説明、いただいたので省略したいと思いますが、久米島は沖縄本島の那覇市の90キロ先にある東シナ海上に
ポツンとある島です。で、火山の隆起と堆積でできた島で、人口約7500人です。で、島の大きさは、沖縄県内で沖縄島、西表島、石垣島、宮古島に続いて5番目に大きな島になります。島の北部に上城岳、南東部にアーラ岳が中心とする山地が連なった緑豊かな島です。東シナ海上にポツンとある離島ですが、先ほど地図さんの説明にもあった中国に行っていた時代は西の玄関口としての役割を果たしていました。那覇を出港した船が久米島近海で天候を伺い、順風を待ち、一気に中国へと出発し、帰りの船は久米島を目指し、その島影を見て那覇への航路があと1日であるということを知る島でした。火山の影響があった島の山々は濃い緑に覆われています。独特の自然風土に恵まれて、島の西側、ちょっと写真をご覧いただくと、コーラルリーフが伸びていて、その久米島を取り囲むような形で内海が形成されています。山も川もあり、湧き水も豊富です。その自然の豊かさから島全体が沖縄県立自然公園の第1号に指定されています。では次のスライドお願いいたします。自然豊かな久米島は近世近代の貴重な資料や文化財、古い町並みがよく残る島でもあります。有形無形の指定文化財が62件もあり、またその種類も豊富です。文化財が多く残る理由に、先ほどお話しましたその地理的、歴史的条件、恵まれた自然環境等も挙げられますが、先の大戦で、沖縄本島に比べ物的被害が比較的に少なかったこと、また島の人々が意識的に残そうと尽力されたことも大きいです。小さい島ながら文化的景観に富んだ島です。次、久米島紬の歴史について。はい。それでは、久米島紬の歴史について、久米島紬の原料となる蚕の飼育は、島の古い文献などからは15、16世紀までには行われていたとされています。久米島を代表する名家、上付の家譜にもこれらの記録が残っていますが、養蚕や織物が始まった正確な年代については記されておらず、はっきりしません。先ほど紹介しましたが、東シナ海に浮かぶ久米島は古くから海上交通の要となる島で、さまざまな文物がもたらされました。その一つとして、養蚕も久米島紬の素地も同様に海を渡って伝わったとされ、島の恵まれた自然環境と合わさり、17世紀頃には現在の久米島紬に近いものが製造されていたと考えられています。18世紀後は紬の生産が盛んになり、紬を税金として納めるようになります。各集落には現在の公民館にあたる村屋があり、久米島ではそこが機織りの工房になっていたので、布の屋敷、布屋と呼ばれていました。布屋には、役人がおり、紬を織るために厳しい指導や監督が行われ、機織りには大変な苦労がありました。その一方で特殊な技能が必要なことから、その技術の進歩を促し、発展につながったとも言われています。その頃までに伝えられた紬織りの技術の伝統は、その後も脈々と受け継がれ、現在につながっています。明治以降、現金での納税が始まると、今度は貴重な現金収入源として島の経済を支えてきました。次のページお願いします。貴重な現金収入源となった久米島紬は、第一次世界大戦の勃発による好景気の波と、日本本土で久米島紬が流行したことにより、折った橋から飛ぶように売れるという状況がやってきました。1923年にはなんと42,129単。今の現在制作されている単数が300単ぐらいなので、140倍近く
また値段もその当時の平均価格の3倍ぐらいを占めるようなつり上がっておりました。しかし驚異的にその上昇してきた生産高も徐々に減って、当該の出稼ぎ者が増えてくると、もうぐっと生産は減ってきます。で、9年後の1932年には、もう生産単数が1万単余り、価格も平均をわずかに超えるだけになりました。その後もさらに落ち込み、太平洋戦争とともに壊滅状態に陥りました。でまた戦争中は織物を織るどころでありません。もう必死に皆さん逃げるばかりで、それどころではなく、戦後やっと終了した後から島の北部の方々から、養蚕を復興させて、久米島紬が徐々に復興していきました。戦後は久米島紬の復興とともに養蚕も復興し、久米島は以前から養蚕の盛んな島で、島で作られる久米島紬のほとんどが島の繭で賄っていましたが、外国産の繭が流通しだすと、今度は簡単に原材料が手に入り、徐々に養蚕は衰退していきます。このように原材料が減少していくわけですね。何度もその存亡の危機に直面した久米島紬ですが、その日が消えることはなく、むしろ近年になって再び久米島紬のブームを迎えるまでになりました。それは国、県、町、久米島紬保持団体、久米島紬事業協同組合が一体となって、後継者の育成を育み、精力的に販路や市場を開拓していた取り組みがあったからこそだと思います。そして一時中断していた桑の栽培や養蚕も近年になって再び行われるようになりました。その一連の努力と久米島紬の芸術的な価値、工芸市場重要な地位を占めて、なおかつ地方的特色が顕著に現れている織物ということで国に認められ、2004年に国の重要無形文化財に指定され、久米島紬保持団体が認定されました。先ほどから久米島紬が国の重要無形文化財であるというお話をしていますが、国の重要無形文化財とは一体どういうシステムなのか、文化庁のホームページから少し抜粋して紹介したいと思います。そのことについてご理解いただいて、また他の国指定の織物が沖縄にありますので、そちらの方も少しお話ししたいと思います。次のスライドお願いします。はい、ちなみに日本にいくつ伝統工芸品があるかご存知でしょうか。経済産業省が経済産業大臣が指定する伝統的工芸品の品目数は2021年1月時点で236点を数えます。分野は織物、染色品、陶磁器、漆器、木工品、蓄工品、金工品、和紙など多岐にわたります。これら数多くある品目の中で、国が特別に重要無形文化財として指定した工芸技術が今こちらに示している図で16件あります。そのうちの一つが久米島紬になります。はい、それでは次のスライドもお願いします。はい、国は無形文化財のうち重要なものを重要無形文化財に指定し、同時にこれらの技を高度に体現しているものを保持者または保持団体に認定し、伝統的な技の継承を図っています。で、下の方にありますが、保持者等の認定には、確保認定、総合認定、保持団体認定の3方式が取られています。で、久米島紬はこの3方式の中の下の保持団体認定の対象となっています。それでは次のページお願いします。さて、重要無形文化財について少し理解していただいたところで、沖縄県の織物で保持団体に認定されている、沖縄県の織物で、重要無形文化財に、認定されている、指定されている団体が3カ所あります。
で、先ほどちょっとお話ししました、木女化の芭蕉布と都城布と久米島紬になります。このように久米島紬の卓越して、また特色ある技に対して国の認定指定を受けることができました。でこのことにご理解いただき、久米島紬の技術面の説明をさせていただきたいと思います。それでは次のスライドお願いします。補足として、木女化の芭蕉布とはどういうものなのか、ちょっと簡単に説明させてください。芭蕉布は糸芭蕉の幹の繊維を細かく裂いて糸にします。かつては沖縄全域で織られて、繊維の細さにより庶民の普段着から王家が身にまとう最高級品まで作られていました。次のスライドお願いします。で都城布は苧の繊維を細く裂いて紡いだつないだ苧糸を使い、琉球王国時代は役人の清掃の際に身にまとう織物でした。次のスライドお願いします。で久米島紬はこちら繭から糸を作り、琉球王国時代は王家の衣装から日本への輸出品まで作られていました。琉球王国時代以来の伝統の製作技術を保ち、養蚕糸作り、手くくりがすり、天然染料による染色、手織り等のほとんどの工程を一人の織り手が手作業で行います。その工程は45以上もあり、作業は年間を通して行われます。はい、それでは、次に久米島紬とは一体どんな織物なのか、百聞は一見にしかず、久米島紬の制作工程を分かりやすく簡単に紹介した映像がありますので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。お願いします。人々の風土や暮らし、さまざまな思いが織り込まれ、命を持つ織物。沖縄県の離島久米島で生まれ育った久米島紬は、長い歴史の中で深い色合いに染め上げられた日本を代表する織物の一つです。そんな久米島紬の魅力を紹介します。那覇市の西およそ100キロ、美しい海に囲まれた小さな島、久米島。島は豊かな自然に恵まれ、古くから紬の島として知られています。久米島紬は伝統的に島で養蚕し、紬糸を作り、自生する草木を染色材にして手織りで生産されてきました。久米島紬には島の風土が溶け込んでいるのです。ここは久米島紬の里、ゆいまーる館。久米島紬の展示から製法、歴史まで、そのすべてを知ることができます。久米島紬は遅くとも15世紀以前に始まっていたと言われています。琉球王朝時代にはその質の高さから近隣諸国への貢ぎ物として重宝されました。明治以降は産業として発展、製作技術は脈々と受け継がれてきました。そして2004年、久米島紬の製作技術が国の重要無形文化財に指定。現在でも伝統ある織物として全国で高い人気を誇っています。それでは久米島紬の工程を見ていきましょう。久米島紬は蚕の繭から糸を作ります。蚕の餌は島の桑。温暖な気候の久米島では1年を通して収穫することができ、蚕はこの新鮮な桑の若葉を食べて成長します。およそ25日で4回脱皮して、成長した蚕は桑を食べなくなります。この状態でまぶしと呼ばれる養蚕専用の棚に移します。ここで蚕は繭を作り始めます。
この時の湿度と温度の調節が重要で、繭作りを始めて2昼夜かけ繭が完成します。久米島紬の養蚕はこの20年から30年の間途絶えていました。しかし伝統的な製造法や技を次の世代に伝えるため、島での養蚕が復活。黄金の繭を作る琉球花産圏の育成も始まり、島での養蚕が本格的に動き始めました。できた繭から糸を作っていきます。繭を熱湯に入れ、沸騰しないように火加減を調整しながら7分間つけておきます。すると糸がほつれ、次の工程、糸作りに進みます。糸作りは2つの方法で行われます。1つ目は繭の糸口を見つけ、直接静止する座繰りと呼ばれる方法。こうして生成された糸は生糸と呼ばれ、断面が丸い上質の糸になります。2つ目は紡ぎ糸と呼ばれる真綿を作って手で糸を紡いでいく方法。繭を重曹や灰汁などの高温アルカリ溶液で精錬し、真綿を作ります。続いて手紡ぎです。この作業、現在では島の古民家を利用して行われています。繭から作った真綿を沼かきにかけ、細かい糸を手作業で丁寧に紡いでいきます。どちらも根気のいる大変な作業ですが、上質な糸ができるため、現在でも伝統的なこうした方法で糸作りは行われています。次の工程は図案の作成です。これまで織り上げた反物を参考にして、島格子、島とかすり、総がすりの中からどの文様構成にするか決めます。ここでいくつかの文様を見てみましょう。文様は自然や動植物、日常生活から取り入れられています。人々の暮らし、思い、歴史が刻まれた文様の数々。設計が終わるとかすり糸の準備に取り掛かります。かすりくくりです。長く糸を張れる場所に張り、図案に基づいてかすりの尺を測り、その部分に印をつけていきます。印付けが終わると、その部分をビニールで何重もくるみ、さらに湿った木綿糸でくくります。印付けされた部分を正確にくくらないと、かすりの文様が合わなくなります。続いて種糸に印をつけていきます。種糸は絵柄の元になる糸のこと。図案に沿って一本一本丁寧に印をつけていきます。糸が出来上がると染色です。染色は久米島に自生する植物で、天然染料のみを用いて行われます。植物が再生できるように配慮し、必要な分だけを伐採します。テカチ、グール、ヤマモモ、ククギ、ユウガなどの染料素材を煮詰めて染めます。山で採取してきた植物は釜で煮立たせて色を抽出します。基本色は黒褐色、赤茶色、灰色、黄色、飛び色などがあり、植物によって抽出される色は様々。作り手の望む色合いになるまで
時間をかけ何度も何度も作業を繰り返します。さらに島の池から泥を持ち出します。植物染色された糸を泥で焙煎するためです。焙煎することによって色が糸に定着し、発色が良くなります。こうした作業によって純木で深いさまざまな色合いが染め出されます。染色が終わると織の準備に取り掛かります。かすりとき、糸ぐり、成形、仮長通し、縦巻き取り、装甲通し、長通し、旗仕掛けを行い、図案通りに所定の位置に来るようかすりを整えます。こうした丁寧で細かい作業はすべて織るための準備。すべて手織りの久米島紬。機織りにかけたかすり部分を一本一本時間をかけて織り上げます。その時間はおよそ1ヶ月。図案に合わせて丁寧に織り上げていきます。その鮮やかな技法は機織りの美しさと伝統の深みを醸し出します。織り上がった反物は30度のぬるま湯で洗い、自然乾燥させます。八分乾きの反物を布目を揃えながら折りたたみ、折りたたんだ反物を木綿の布でくるんで絹田打ちをします。幾度となく叩くことにより織り目を均一にし、織物に光沢を与え風合いを出します。そして最後に天日で乾かします。こうした長く丁寧な作業の末、久米島紬はようやく完成します。久米島紬は丁寧な手作業によって紡ぎ出されます。人々の思い、暮らし、風土、そうしたすべてが溶け込み、織り上げられ、深く重厚な色合いを生み出します。鮮やかな幾何学模様は清廉な美しさを生み、人々の心を捉えます。古から続く技術と美しさは、この後、未来へと受け継がれます。はい、先ほどの映像ですね、最後に出ていた方々、または養蚕を、されたりしていた方々は、久米島紬保持団体という、久米島紬の高度な技術を有する、任意集団、職人集団ですね。で現在20名ほどの会員がおりまして、
久米島紬保持団体が中心となり、いろいろな活動を行っています。それではスライドの方、続きお願いいたします。はい。映像でね、十分ご理解いただいたかと思いますが、少しだけ紬の技術についてもう少しお話しさせてください。先ほどお話ししました20名の会員からなる久米島紬保持団体、年間を通して活動を行いますが、春は養蚕といいまして、蚕を飼うことを行っています。で年に2回、春と秋に養蚕を行い、糸作りなども行っています。はい、それでは次、お願いいたします。で先ほどの養蚕から出来上がった繭、この黄色い繭ですね。蚕がもう糸を吐き出して、もう繭になるよという状態が熟蚕というんですけれども、その熟蚕した蚕をまぶしというこの高層マンションみたいな入れ物に入れると勝手に繭を作るんですね。でその作った繭を作るということを上属と言います。写真の黄色い繭は琉球多産犬という種類の蚕で、明治の頃まで久米島で飼育されたとされる蚕の種類です。現在はこの黄色い繭と白い繭の2種類の蚕を飼っています。で次のページお願いします。養蚕が終わると得られた繭で糸作りを行います。で先ほどビデオの中でもありましたが、繭から直接糸を取り出してできた糸を生糸と言います。繭を真綿にして紡いだ糸を紬糸、今この写真の状態ですね。繭から糸を紡いでいるその紬糸。久米島紬の名はこの紬糸を用いることに由来しています。はい、それでは次のページお願いします。はい、久米島紬の大きな魅力の一つが染色にあります。沖縄の染色、冒頭でチーズさんがお話ししてくださったように、沖縄にはたくさんの染め織品がありますが、自然が豊かな沖縄ならではのその天然染料があります。自然の恩恵によって支えられており、先人は身近な自然と上手に向き合い学び、また長い間に培われた経験と知識と、地域ごとに特色があるその素材と色を育んできました。その中でも久米島紬はその染料のほとんどを島に自生する植物で賄っており、紬の風合いと植物染料、泥染めが響き合った織物で、豊かな島の自然なくして久米島紬は語れません。写真は茶褐色色のが染められていますが、島に自生する植物によって、銀根津色、桃色、黄色、緑色、山吹色、真珠色等の色が得られます。また色の種類が多くとても美しいです。次のページお願いします。はい、先ほど泥染めと言いましたが、この泥染めというのは久米島紬の伝統的な染色方法の一つで、その植物染めをさらに発展させた方法です。泥染めとは植物で染めた糸、先ほどの茶褐色のような糸をですね、を島で採取した池の泥にくぐらせることで、泥の中に含まれる鉄分と鉄分などの有機質と植物で染めた糸に付着したタンニンとが結合し、糸の色が変化するという染色方法になります。島の池の泥は最初にお話ししました火山の影響を受けておりまして、鉄分などの有機質を多く含んでいます。写真のような黒褐色を得るには植物染めと泥染めを100回近く繰り返します。またその染色もただ回数を重ねて染めればいいというものではなくて、同じような黒褐色をでも赤みがかった黒褐色、青みがかった黒褐色と色を表現するために織り手は泥にかける前にその下地となる染料の配合を変えて調整します。
で染色回数も気温や天気を考えて、長年の経験や勘に頼ることが多いです。こうして染め上がった色は宇宙のように深い神秘的な色となります。また久米島紬の素晴らしさの一つにユイマールという共同作業があります。ユイマールというのは沖縄の方言なんですが、一人では大変な作業をみんなで助け合いながら分担して行う作業のことです。地域の人々やお年寄りの作業をみんなで手伝うことにより、手伝いながら伝統の技術を受け継いでいます。はい、それでは次お願いします。で、織りですね。で、染色が終わると、糸を織り機にかけて織り出していきます。で、縦糸はだいたい1回で4単分、着物が4着分ですね。で、1、2ヶ月かけて織り上げます。はい、それでは次お願いします。はい、ここで織り上がった久米島紬をご紹介いたします。上段が成人式に着る振袖です。下段が通常の着物ですが、右端をちょっとご覧いただくと、ちょっと透けてるかと思います。こちらの方は生地に張りがある夏物になります。久米島紬というと、黒褐色や茶褐色を想像される方も多いかと思いますが、色物といいまして、黒褐色以外の色も多く制作されています。はい。じゃあ次の。はい。さて、ここからちょっとモダンライフ、未来へつなぐ思いについてお話しさせていただきたいと思います。こちら、皆さん見て、着物の方ですね、昨年この久米島紬事業協同組合さんの事業で制作されたものです。で、先ほど紹介した成人式に身につけた振袖と同じものを作りまして、男性用のシャツを制作しました。はい、とてもモダンで素敵なシャツが出来上がったと思います。次のページお願いします。はい、こちらのシャツはですね、人気でして、で上段の久米島紬の総紬、このような紬の反物を使ったシャツなんですけれども、そのシャツが完売したそうです。で、また下段の女性用のシャツも完売しまして、男性用のシャツも残りわずかとなっているそうです。で、現在は受注生産となっているそうです。次お願いします。はい、こちらのワンピース、こちらの方もこのワンピースのために織り上げた着物、反物からワンピースを作っております。とても素敵なワンピースだと思います。伝統文化をかたくなに守り続ける部分と、柔軟に対応して今のライフスタイルに合わせていくというのは、伝統文化を未来につなげていくことに必要なことだと思います。この後お話しされるウェリンさんとも打ち合わせの時にですね、話題になったのですが、そのライフスタイルに合わせて変えていく、そのアレンジが何でもいいというわけではなく、伝統文化を十分に理解した上でその魅力を拡大させる、そのための変化でなくてはならないということです。久米島紬で言えば、琉球王国時代から続く手技で天然染料で、と泥染めを用いて織物が作られてきた歴史があり、伝統があり、その部分を生産効率を上げるために、または流行に乗るために機械で織ったり、化学染料を用いてしまっては、久米島の伝統も魅力も失われてしまいかねないということです。はい、次のページお願いします。はい、また久米島紬は問題、課題を抱えております。着物産業の需要の減少、冒頭で知事さんがお話ししてくださいましたが、着物産業の需要の減少で、原材料の不足、また後継者不足という問題を抱えています。皆さんの身の回りに伝統工芸品がありますでしょうか。
おそらくそれほど多くないのではないかなと思います。探せば見つかるかもしれないということは、伝統的工芸品を持っている人が少ない、ということで、つまり伝統工芸品の需要が低下していると言えます。で、伝統工芸品の需要がなくなれば、作り手も少なくなり、結果的に後継者不足になってしまいます。伝統工芸品といえば高級品のイメージがあります。一つ一つ職人が丁寧に作り上げた作品は決して安いとは言えません。日常的に使用している品物は大量生産がほとんどで、手軽に、大量に作るので安く手に入ります。伝統工芸品の本当の良さを知らなければ手軽に手に取れるものを買えるものに走ってしまうのも仕方がないことなのかもしれません。伝統工芸品の需要低下だけでなく、さらに深刻なのが後継者不足です。現在の従事者は久米島紬組合に登録されている方で90人。その多くは60歳代以上です。10年後の2029年には今の2割減になってしまうと言われております。従事者が高齢化し、その担い手が不足しているという状況が課題となっています。次のページお願いします。はい。で、先ほどの問題を解決するために、久米島紬保持団体、久米島紬事業協同組合、国県庁と共同で久米島紬の制作環境を整えて、高度な技術を後世に伝えるため、計画を策定し、実際に実施する活動を行っています。普及活動では、町内外で小学校から一般までを対象に、久米島紬の出前授業や講座などを開催しています。はい、お願いします。はい。博物館には出前授業という取り組みがあります。出前授業というのは学校教育と連携して博物館職員が学校で、児童生徒に授業を行うというものです。久米島博物館では久米島紬の学習支援キット、通称ミュージアムキットと言っていますが、そのミュージアムキットを制作して小学校、中学校、高校に赴き授業を行っています。写真はそのキットを使用して、授業を行っている様子です。お願いします。はい。ミュージアムキットの授業と合わせて、久米島紬保持団体と協力して、養蚕の見学や糸取り講座も開催しています。写真のようにですね、糸取りをみんなで行っています。またこうした教育普及活動を通じて伝統文化を幼少期から体感することで、久米島紬への理解と地域への愛着、誇りを持つことができて、久米島紬の価値を高めることになるのではないかと考えています。一過性のものではなく、真の理解から生まれるものこそ久米島紬のモダンスタイルではないのかなと考えています。はい、じゃあ一応スライドの方はこちらでおしまいです。はい。で、今日はスペシャルゲストをちょっとお呼びしました。これです。はい。どうもこんにちは。はい。これですね、久米島紬の授業で使っている琉球多産犬という蚕をとても大きくしたぬいぐるみになります。色が白いのでゆきちゃんと呼んでいます。でこのゆきちゃん、いろんな小学校やいろんなところを回って授業を行っています。こうやって口からね糸を出すんです。ほらで蚕はこう身をよじらせて体の周りに糸を張り巡らせて繭を作ります。それを子どもたちに教えるためにこのぬいぐるみを使いました。で、こう目に見えているものは鬼紋と言いまして、鼻の役割をします。実際の顔は
ここなんですね。で、もうちょっと顔は本当はすごくグロテスクな感じなので、少し可愛らしいようにしました。で、このぬいぐるみを持って各学校を回って、この蚕の機能の素晴らしさ、久米島紬の原材料はこういうものから作られているんだよというのを学校で授業を行っております。で、こういう授業を通して、子どもたちの久米島紬、また地域に対する愛着を育んで、これからもこの活動を続けていきたいなと思っています。はい、私の方は以上になります。はい、ありがとうございました。その染色の業界関係者だけじゃなくて、地域の伝統文化という面から教育現場での取り組みが行われているっていうのは非常に興味深いなと思って拝見しました。はい、続きましてマレーシアの方の I would like to invite the presentation from Malaysia. よろしくお願いします。私はエリンと申します。では、私の自己紹介を簡単にさせてください。私は、こちらの、この、島の、この、地元民であります。で、私はいろんなその言葉を喋っております。私が、これから皆様にこのプレゼンで紹介する地域社会のその言葉を喋ります。で、こちらの皆様ご覧いただいている写真ですけども、これは私が今一緒にその取り組んでいるその仲間の人たちです。で、さっき宮原さんもおっしゃってたように、私たちの方でもやはりこういった課題に直面しております。で、こういったその年老いたその女性の方々が実際この織り手となっておりまして、それによってこの若い人たちがこういったその織り手を取り込むということに対してその前向きじゃないんですね。なので、そういったことについて後ほどどうして、そしてそれをどうやってということをお話ししたいと思います。なので、こういったその村の話、人の話をさせていただきまして、でその後にこのテキスタイルに関して、このコミュニティのどうやったシンボルになったのかについてお話をさせていただきます。でこうしたものが消えてしまう、それからこういったその染色の技術がなくなってしまうことに関しての課題をお話をさせていただきます。でそれから、いくつかのその取り組みが行われてきました。それによってこの伝統を続けてこようと、そして若い人たちに対して、こうしたものをぜひともその実践してもらいたいというような活動を行ってきましたので、そのことについてもお話をさせていただきます。次お願いします。はい、ではその場所がどういったところか紹介させていただきます。このサラワクですけども、このボルネオの島のその、北東の方にあります。でこちらの方ですけども、40以上のそのエスニックの人種がありまして、そしてかなりのその原住民がおりまして、イバンというのがこのサラワクのその人口の 36% を占めております。それで、この原住民の方であります。それからロングハウスですけども、これは私たちの方でビレッジと呼んでいるものなんですけども、非常に長い家でありまして、それがそのアパートメントがくっついているような形になります。これはちょうどこの地図のところにあるんですけども、ガリーというところにあります。でこれは1997年に建てられたんですが、これはもともとルマーダンパ、ルマハトン、マージャンポと呼ばれるんですけれども、それはリーダーの名前にちなんでつけるんですね。だから毎回変わるんです。なので、ロングハウスとしてイバンの人たちのを見つけたいと。で、10年、15年、行ってないと、もう次行った時には見つからないということがあるわけなんです。でそういったことが私のロングハウスで見つける上で、そういった困難に立ち向かったことがあります。で、ロングハウスは、ロボラウから移りました。それはサラワクの南のところにあるんですけども、そこから今の場所に移りました。そしてこれは20回以上すでに移転しております。でこういったこのストーリーっていうのは、そのマスターのその織り手の方から来ました。それはその村のその村長さんの方なんですけども、本当に私のことをその3回彼らもその場所を動かしたということを言ってました。で、今彼女はその78歳です。で、私が今一緒に働いているその女性なんですけども、
この地域において、その25名ぐらいの織手の方々がいらっしゃいます。それ以外の織手の方々は、この村の外に移住しております。で、この親戚の方々は、ルマーガリーの方に住んでいらっしゃいます。要するに、織手の人たちは皆様それぞれ関係ある人たちなんです。で、こういったこの、織手の人たちですけども、こういったその交易がありました。これはインドですとか、この15世紀に遡ってこういった交易があったんですけれども、ただ、この織手に関しては、その記録を見ますと、これは1900年ぐらいからそういったコレクションが残っているということを言われています。で、このイバンのこの織の歴史っていうのはまだ続いてるんですが、その課題っていうのは、こうしたその伝統、この織、それからこの伝統をどうやって残すかということが課題となっております。基本的にこのテキスタイルですけども、イバンのこういったその、織物の、遺産として知られてるんですけども、プアっていうのが、いわゆるブランケットで、クンブっていうのがその包むっていうことです。今、私が肩にかけてるんですけども、そういったことを言うんです。もう通常は壁にかけてるわけなんです。そしていろいろなイベントですとか、いろんな活動において、こうした儀式とか、こういったその宇宙論ですね、などに非常に深く関わっているというふうに言われています。次のスライドお願いします。これは、プアクンブがどういったものからなっているのかということで、まとめとしてお見せしております。このことのその宇宙論に関して、それからこの、民話に関して、このプアクンブがどういったものなのか、1日以上かけても長く話すことができるんですけども、こちらのその背景をご覧いただきますと、このプアクンブの重要性というのは、そのイバンのその儀式にとっては欠かせないものであります。いわゆるこういったその宇宙論として、そして宗教、それからアミニズムのその信仰にも欠かせないものであります。本当にその技がいっぱいのそのこの超自然的なものにこの宿っています。これは例えば夢ですとか、それからビジョン、それからイベントなどにこの関わっているものであります。今の宇宙論ですけども、この天上界というふうにありまして、その下にが人々がその住んでいます。そして精霊がいろいろところにいるということであります。ですので、このプアクンブっていうのは、この地上の、いわゆるその地上のものじゃない神が起こす現象によって作られているということであります。そして、この2つの精霊からなっております。良い精霊と、それから、悪い精霊というふうになっております。それが、アントゥというものなんですけども、何よりもこういったプアクンブがその続けていくには欠かせないのが民話ということであります。でプアクンブですけども、非常にモチーフもリッチでありますし、この抽象的なそのデザインがあります。この詩ですとか、こういった民話というものが、イバンのその話をこちらのデザインに入れて、さまざまな精霊をその示しております。それから、この戦っている人たち、それからその森林ですとか、動物ですとか、パンテオンとか、そういったものをその言ってます。これはいい精霊、それから悪い精霊、そういった両方などもその描写されております。これはいわゆるその精霊の世界のそのメッセージを示しております。そしてこのモチーフですけども、自然からインスピレーションを言っています。ですから、こういったその生命のあるもの、生命のないものなども表しています。こちらの織る技術、それから知識を伝承する上で、これはこういったその織のそのレガシーを伝える上で、それを一つの直線として伝えております。で、こういったこの女性によってこういったものを継承していくというものが非常に重要であります。それによってイバンの文化的この遺産というものを継承しております。で、この織手としては男性は2人しかいません。1人は亡くなってしまいました。2年前なんですけども、あと1人、今、完全にその織をやってない方なので、もう今ほとんどすべて全員が女性の織手となっています。動画で
The Pua Kumbu, the hand-woven warp ikat textile of the Iban, represents the heart of Iban culture. Depending on the design, it is an historical archive, a mythological or religious story, or a personal tale of the weaver and her relationship with the spirits. Our journey begins in Cebu, in the state of Sarawak, East Malaysia. We take an express boat for 4 hours upriver to reach the town of Kapit. The final part of the journey to the Longhouse Rumah Gari takes us from Kapit by express for about 3 hours to reach Nanga Kain Jetty. We transfer to the narrow, nimble longboats that whisks us upriver for another 2 hours. This is the only way to get to Rumah Gari, and arrangements must be made early before the trip. Ngirit, which involves pulling and stretching the yarn horizontally to form the warp base. Ngarap, the selection of alternate warp. Muay, to sort out the threads in pairs. And ngabat, which is a tying process. The Iban have traditionally made use of a large number of plants to produce a range of rich, beautiful dyes. Leaves are plucked from the stems, and then all ingredients are chopped, ground finely, or pounded, or mixed with water. The yarn and dye are boiled so that the color is absorbed. The yarn is dipped until it is well saturated and left to soak before it is dried under the sun. After the dye process, yarns are further prepared by tying sections to build up the pattern. In order to prepare for the weaving process, the yarns are unfolded and carefully arranged on a wooden frame. Nanun, or weaving, is done using a backstrap loom placed in a convenient spot within the longhouse.ここでまずこれを強調してみたいと思うんですが、ちょっとビデオの内容を思い出していただきたいんですが、機械っていうのはなかったですよね。そこのこの繊維を作るのに、この布を作るのに、そうした機械的なものは使われてないですよね。で、植物のから抽出されたものを使っています。この機織り機を持っていきさえすればできるということですね。だから町に持って行ってもできる。そしてですから、様々な技術を彼らに導入されてはものはあるんですが、基本的に、コストはそんなにかからない、もう機織りだということが言えます。しかし、この機織り機は、プアクンブに用に設計されたものです。何年か前に。これは非常に、複雑なものです。で、このプロセスが、その糸の準備のプロセスというのは非常に複雑ですね。ですから、
様々な段階があって、そのステップを踏むわけですね。ですから、すごく、複雑なものなんですけれども、実は、何本の糸を、まず、一緒にこう束ねないといけないかということを考えて、それからデザインをしていくんですね。で、実際、繊維自体も重要で、以前は、田んぼの合間にあった、合間にこう生えていた植物というのを使ってたんですけども、現在はその状況も変わってきていて、様々な、染料を買ってるわけですね。買ってるわけです。ごめんなさい。中には中国から来た糸っていうのも買っています。そして私のプロジェクトでは、生糸がマダガスカルのから来た生糸なんていうのも使っています。あと、また生糸でタイのものも導入しています。あと、インドからの綿ですね。そうしたものも使っています。で、実から様々な処理を色によってできるわけですね。で、そして、その吸収度というのは、糸の色の吸収度というのは、その糸によって、その染料によってすごく違うわけですね。ですから非常に難しいものなんです。しかし、そのお客様のですね、需要に応えるためには、やはりそのイノベーションというのを継続的に行って、様々な色を同じ植物をベースに作っていったりする必要があります。今これは、黄色っていうのは、フィその森でできる植物で作られるわけですけれども、青いのはインディゴ、つまり藍ですね、を使います。で、実はこれは中国、インドのものを使っています。ですから、この染料というのは、すぐにできるものはあるんですが、あその葉の色はつくんですけれども、日に当たるとその色が褪せてしまうというような問題があったりします。ですから非常に難しい点が様々あるんですね。で、その織りについてなんですが、この織るっていうのは、そのコミュニティによって貧困の対策として存在しての、貧困のその対策手段として、存在しています。基本的に家内工業として行われているんですね。ですから、このネットワーク的にして、集団で作るということがなかなか行われていなくて、まだこれからというところですね。で、非常にだんだん、じゃあ、練習をしていく、それ新しい人もにもさせていくというところがすごく大事なことで、練習をすることでだんだん、改良上手くなっていく、ということがありますよね。で、えお客様も、プアクンブーを買いたいという人はいるんですが、非常に宮原さんのところにもそういう同じような問題があると思うんですけれども、その、本格的な、あ昔ながらのプアクンブやっても、その人があまり、それを着用したいというふうにはなかなか思ってないんですね。で、その本格的なものは、コレクター品となってしまっているということですね。保存活動を様々やってきたんですが、で、その、匠と言われる人たちが、その、鍵となる、中心的な、基幹的な知識を持ってるんですね。この、様々な、そのモチーフの名前であるとか、その、韻文ですね、その、詩ですよね。詩か、あるいは民話というものを、こう集めていって、見つけていって集めていくわけですね。そして、デザインを、この家族がやっている、このロングハウス、ロングハウスに住んでるグループの人たちですよね、がやっているデザインというのがありますから、そういったところを認識していくわけですね。で、そのデザインの名前ちょっと今思い出せないんですが、その、匠の織り手の匠がいたんですけども、その家族に所属するデザインがあったんです。ですから、それを求めていて、実際見つけたことがあるんですけれども、
で、しかし、そこから100キロほど離れたところにいた織り手がまた似たような織りをやっていた、モチーフをやっていたので、もしかしたらこれは私のいとこかもしれないということで、親戚かもしれないということが見つかったことがありました。ですから、その家系をたどることもできるということで、この知的財産は実は家系を通じて伝えられているというところがあったりします。ですから、それを遡っていって、それを認識し、その知的財産がどこの家系にあるのかということで、記録していくことで、またそれを、ハードコピーとして、作成することができるんだと思います。次のスライドお願いします。はい。そして、知識保存の過程なんですけれども、これも非常に重要ですね。プアクンブのコミュニティ、プアコンブっていうのはコミュニティで行うもので、一人ではできないんですね。ですから、さっき、宮原さんが説明していたコミュニティ作業というのとすごく似ています。ですから、このエコシステムがあって、これはその織物にを囲むエコシステムがあるわけですね。で、天然資源というのもあります。その資源に、依存しているところがありますね。ですから、実はその天然環境では森林、伐採も進んでいて、材料の中ではもう見つけられないものっていうのがだんだん出てきています。そして、森林が破壊されることで、そこから染料が取れなくなっているという現実もあります。ですから、資源の入手性に応じた持続的な活動、持続可能な活動を行っていく必要もありますね。ですから、そのコミュニティが、そのフルタイムの活動として、生活を成り立たせるようにしないといけないわけですね。そうしたことを行っています。で、次のスライドお願いします。実際、いかにクアプンブが環境に関係しているか、そしていかにしてこのかなり自然に基づいている伝統を伝えようとしているかというところですね。そしてまた儀式やその文化に関連しているか、そうしたものを伝えていくかということを、これがすべてつながっているわけですね。で、民話、それから村に伝わる物語というものが、こうしたものに囲まれているということをお伝えしています。次お願いします。はい、ここは、ロングハウスはこういった感じです。この男性は織っていないのが分かりますね。基本的に手作業で、ここで行われている作業の中で、男性が行うものはわずかです。彼らが手伝うことはあります。例えばデザインを糸に、もう糸を結びつけることで、移していきますね。そういったところで手伝うことはあります。なぜかというと、デザインっていうのは紙に書くわけじゃないんですね。実は、その彼らの頭の中にあるんですね。そこでイノベーションも頭の中で行われて、考えとしてあるだけで、それを、糸に移していくわけで、若い人がなかなか学べないわけですよね。タブーがたくさんあって、で、ガイドラインがあるんですけれども、非常に難しいんです。頭の中にあるものを人に移していくっていうのは難しいわけですね。で、そのデザインが紙に移されていなければ、若い人は、例えば Z 世代、それからミレニアム、その一つ前ミレニアム世代は、ビジュアライズを描くことができないわけです。頭の中に描き出すことができない。ですから、だから、私がここで言いたいのは、いかにしてこうした新しい世代が学べるようにするか、この伝統的な作り方を学べるようにするかというところを話したいんですね。次お願いします。はい。では、これは、民話の一つなんですが、こうしたものがデザインに伴って語られているものなんです。で、そのデザインには、
デザイン、モチーフの名前、それからデザインの名前を理解することが必要です。そして、なぜかというと、その下、モチーフをつなげて一つのつなげていかないといけないんですね。だからデザインは一つの物語を反映しているので、変えることができないんですね。それが非常に若い、人たち、若い織り手たちがイノベーションをしたいときに、それがチャレンジ、難しいことになってくるわけです。で、こうした昔話、民話というのが、彼らが理解してもらえるようにアニメーションというのも使う試みを行っています。次のスライドお願いします。これが、そういったイノベーションですね。はい、次のスライドお願いします。では、私たちはプアコン部で何をやってるのかなんですけども、こういった地域社会には、こうした文化的のその遺産を今後この伝統を続けて上で、それに対して誇りを持たなきゃいけないということであります。私たちが会った、そして話した今の人たちはテキスタイルのことはしてるんですけども、意味がわからない、何のためかわからない、そしてそれがこういったアイデンティティにとっていかに重要かということが分かってないということでありました。だからこそ、このプロセスは私たちがこういった売り手の人たちに対して、この伝統に対して向き合うということをしなきゃいけないというふうに思いました。意味は何なのか、それを説明する。それから、今の現代において、いかにそういったそのテキスタイルというのが、パリでもニューヨークでも、世界中どこでも売れるんだよということを伝えました。それからいくつかの何枚かをこの東京、名古屋の方に、そちらの方に友人が住んでいますのでお送りいたしました。なので、こういった貴族意識ができると、その重要性というのがわかるんです。作り手、提供者の重要性を理解する。そしてその時に、我々の方でどうやったら私たちはこういったものを若い人たちに対して見せることができるかということを考えました。なので、この伝統をどうやったらいかに重要なものかということ、そしてそれをどうやって若い世代に伝えていけばいいかということを考えました。次のスライドお願いします。でこういった課題がありまして、我々の方で洗い出しました。こうした繊維を折ってもらって、そしてこういったものを実現する上で、我の方でしなくてはいけないのは、この織り手の人たちの夢は何なのか、ビジョンは何なのかということを説明しなくてはいけません。こうした知識というものは観察と訓練にするものであります。こうしたフォーカス、それからストーリー、それからこういったものを学ぶのは1、2年ぐらいで済むわけなんです。で、こういった織り手の人たちが言ってるのは夢があるんだ、ビジョンがあるんだということを言って、それでストーリーを使う。そしてモチーフを選んでそのストーリーを作り出すわけなんです。でもそれは紙の上ではありません。まずそれを頭で考えるんです。次お願いします。こういったこの知識が失われてしまう理由があるんですけども、こういった教育システムですとか、それから子どもが寄宿舎に行かなきゃいけないとか、プアクン部っていうのはいつもこの本当に神聖な衣服として考えられてました。ですから、プアクン部がこのメディアで掲載されたんですけども、本当に非常に強い精霊が宿ってるから来ちゃいけないみたいな感じで懐疑的なことが言われてしまったんです。で、そういったことを我々解決しなきゃいけないんです。それと、イバンの人たちにおいても、NGO に対して、こういった伝統的なシステムに取られてしまって、どうやったらそういったものを実用化すべきかということが分かってなかったりします。それから、織り手の人たちは市場のプラットフォームになかなかアクセスできないので、仲介業者に対して非常に低い価格で提供してしまうんです。でそうすると、自分のポークンプのデザインを織ることもなかなかできないことがあるんです。なので、こういった問題をすべて対応しようというふうにしています。そして、運よくこういったものに対応することができまして、私の方からぜひとも共有させていただきたいのが、知識でもってどういったことをしたのかということを次にご紹介させていただきます。次お願いします。我々の方でこういった展示会をこの開催いたしました。それによって一般の人たちにしてもらう、それからイバンのコミュニティをしてもらうということをしました。イバンのコミュニティもすべてプアクン部のことを分かっていらっしゃる方ばかりじゃないからです。5つの展覧会を大学ですとか、
それからそのローカルでありました。でこの中にはその海外の展示会も入ってます。それによっていっぱいフィードバックをもらうことができまして、それによってプアクン部のことを知ろうということの関心を取り寄せることができました。でそれからその折センターみたいなものをその村の中に作ったんですけども、ただそこにはなかなか若い人たちが登録してもらえなかったということが問題としてありました。次お願いします。はい。で、このような感じで私たちはテキスタイルの方をディスプレイいたします。これは、この一般の人たちにこういったデザインを見るばかりじゃなく、ストーリーも見てもらおうとしました。この中にはいろんなストーリー、それから韻文というものがこちらの方には含まれています。次お願いします。で、ご覧のように、モチーフはほとんど似たように見えます。ただ、これは全然違います。これはいろいろなその作りとなっておりまして、それによってそのデザインも違っております。で、この中には素晴らしいストーリーがあります。例えば、いろいろなところからのそれから王女の話だったりとか、イーワンの森林にごめんなさい、森においてどのような生活を送っているか、そういったストーリーなども入っております。次お願いします。これが一つ、我の方で開発しようということをしました。それによって若い人たちを引きつけようとしました。これを使うことによって、ストーリー、それから民話を理解してもらおうというものであります。このテキスタイルがどういったものを代表しているのか、それをデジタルのアートで表現いたしました。で、ご覧いただきますと、まずこちらのその写真ですが、プアエクスプローラーというふうに呼んでいます。で、これをこの数ヶ月後にこれをそのアップデートしますので、こちらをこの国際交流基金さんの方に紹介いたしますので、多分その時に私の今日話す内容がお分かりいただけるんじゃないかと思います。次のスライドお願いします。で、プアエクスプローラーですけども、これはデジタルでデザインされたモチーフのことを言っております。で、これはまずイメージを映し出すことができるんです。まず、皆様のその、iPhone でも構わない、スマートフォンでもいいですけども、それによってこの見ることができるんです。こちらで短いストーリーをアニメーション、もしくはビデオで紹介してくれます。特に生徒の人たちは、こういったそのテキスタイルの情報をこれで集めることができます。この何百枚ものテキスタイルではできないんですが、本当に10が15枚ぐらいですね、結構お金がかかるのでできないですけども、ただこれを使うことによって、徐々にこうしたその文化的遺産をデジタル化することができるようになりました。これはこうしたその文化、それからその教育の場で使えるようになってきました。ですから私たちもぜひこのチャンスを生かしたいと思いました。それからインターネット、それからその技術がその非常に参加にしたことによって、こういったその遺産などのその交流なども容易に行えるようになりました。この展示会においては、私はこれを皆様に対して、この学生ですとかが使えるようにしたいと思っていますし、彼らに関わってもらうようにしてもらいたいというふうに思っております。で、私の時間がもうすでに切れてしまって終わってしまうのが分かってるんですけども、はい、この展示会において、いつもこの最終的にビジターに対してこういった質問をしてるんです。このテキスタイルを見たときに何を見ましたかと。この布とか、このプアクン部は皆様にどういったことを語りかけましたかというふうに聞くんです。で、そういうことによって、このテキスタイルを通して私たちは、この神聖な、儀式の力、それからこの女性たちの素晴らしい技の力、それからレガシーということであります。これはこういった彼らのその話している夢、それからその神、それから精霊、そういった自然、そういったものをそのこういったその作品にして表しているわけなんです。で、これは教育の場でも使えることができますし、こういったこの織手の人たちがいかに素晴らしいことを達成したかということを見せることができますし、このデジタルプラットフォームを使うことによって、パワークーブのことをよく知ってもらいます。それから若い人たち、それから織手の人たちに対してそれを育成することができております。で、このスライドですけども、この
この最後まで写真を送っていただきまして、で最後、これで終わりにしたいというふうに思っております。なので、スライドを徐々に最後まで動かしていただけますでしょうか。このような形で私たち展示会で展示しております。この小さい子どもから大人まで本当に興味を持ってくださいます。で、こうした製品を私たちは扱っております。ありがとうございました。では、ここからフリーディスカッションに入ります。ご視聴の皆様、ここからは同時通訳から逐次通訳に切り替えてまいります。こちら側、ホスト側で切り替えますので、皆様は特に何もしていただかなくても大丈夫です。そのままご覧ください。ここからはフリーディスカッションですが、みゆきさん、ウェリーさんの今のプレゼンテーションを聞いて、何か聞いてみたい、質問してみたいことって何かありましたか？ Okay, so, ごめんなさい、失礼いたします。Okay, so we would like to move on to the free discussion. So Miyuki-san, listening to Welling-san's presentation, is there any kind of question that you would like to ask? 感想をちょっとお話しさせてください。本当にそのプアクンブが本当に宝石のように美しいなって思ったのは、その物語がその布には織り込まれていて、本当に布なんですけど、その物語、その詩というんですかね、ポエムを身にまとっているっていうことが、身にまとうことができるポエムというんですかね。そのなんていうんですか、もう本当にその力強さを非常に感じて、この織物がとても素晴らしいもので、かけがえのないもので、ぜひその未来にもう必ずつないでいかなければならない織物だなというのをとても強く感じました。Okay, so first of all, I would like to talk about the impression after listening to this presentation. So I thought that the Puakumbu is really beautiful, just like a jewel. And this story has been weaved into the textile itself. So even though this is a textile, you have this kind of story. So it's just like you are wearing the poem over you. And I thought that it was so powerful about this textile. And I thought that this kind of weaving are really special and unique, very significant of kind. So I really hope that this should be passed on to the next generation. でその中でその取り組みの一つとしてその若い世代にこう伝えるということで展示会を開催されている事例がありました。So as one of the such initiatives, I have seen that you have held an exhibition in order to convey this to the younger generation. はい、その展示会もとてもディスプレイが素敵で、またそのデジタルプラットフォームを使ってこう視覚からその知識を学ぶことができる取り組みをされているのが素晴らしいなと思いました。And looking at this exhibition, the display was so beautiful, and utilizing a digital platform, people can actually, learn these kind of knowledge visually, which I thought was really awesome. これはこの展示会はこのディスプレイですとかそういったものはウェリンさんが中心となって開催されているものなのでしょうか。So for these kind of exhibition and the displays that we have seen, Welling-san, are you the one who is taking a lead to hold this kind of exhibition? Yes, I am the curator. So I design a way to display. And in fact, the textile was lining up to have a continuation of stories. It is actually one of the things that I found in my research, which the weavers themselves, they didn't realize that there are a group of stories that belong to one group of person. Like for example, the one that you saw in the picture, it is actually about this lady called Kumang. And Kumang, she is a person
special super being from the upper world going down to human world. So there is every piece of story and poems written about her, not written, told about her, but woven in the textile. So I line up from the time she comes down, from the bridge that connect the world up to the world down, which is called Jambatan Gantung Nanga Panggau, to the time there's another piece when she pick up a flower to put on her hair. There is a story as well. And when she walk in the forest, she meet animals, she meet some other superhuman being. There is another story. So it was a few years of research. In fact, I started in 2013, and I only managed to come up with 12 sequence of stories on one side, and I exhibited that in 2016. Yes. And the digital platform, I have actually help from a group of colleagues who are very good in transferring my raw ideas into digital art. Like, for example, I said, how can I tell the story to public and to visitors who come without I stand there the whole day for 2 months? I cannot talk about this story again and again, you know? So I said, is it possible if we change this motif into something real in an apt? So they, of course, they have 2-3 people who are working on this. So they finally have for me the what I call as poor explorer. So it is not a work of one person. It is a combination of a few expertise, and that is very important. And I think in order to conserve traditions, one person cannot do everything. So we need to pull together all expertise in order to do that.いやお願いします。はい。はい。ですね。大丈夫です。はい、こちらのものですけども、はい、私はキュレーターとしてこの展示会を務めました。で、デザインのそのディスプレイの仕方などに関しても私の方から指示をさせていただきました。で、実はこのテキスタイルの方をその展示会の中でずらーっとこのラインナップしたんですけども、これはストーリーの続きとなってるんですね。で、私これに関して長いこと研究をしたんですけども、実際その織り手の方も気づいていらっしゃらなかったんですが、何年間かこういったそのリサーチをして、実はこういったそのストーリーはあるグループになっていて、それも何か一人の人に属しているものだということが分かったんです。で、写真でご覧いただいたものなんですけども、フマンっていうその女性の方がいらっしゃいまして、彼女はその、その展示会にいらっしゃる本当に特別な方なんですけども、で、それでその彼女のそのストーリーに実はなってるんですね。で、この彼女のこと自体がこの布の中にその織り込まれているわけなんです。で、彼女はそのいわゆるその天上界からその地上に降りてきて、いわゆるその地上と天上界の間でのその橋渡し役みたいな形をされている方なんです。で、彼女がその紙にそのお花を刺して、そういったストーリーがあるんですけども、その森の中に歩くと、その動物に会ったりとか、超人的な方に会ったりとかするというようなものがあるわけなんです。で、私こういったリサーチを始めたのが2013年に遡るんですけども、その時に12の連続したそのシーケンスのストーリーというものを見つけました。で、その内容というものをその2016年の展示会に出しております。で、デジタルプラットフォームなんですけども、私の一緒にやっている同僚の中で、本当にこういったその私のアイデアをそのデジタルに変えるのが上手な方がいらっしゃるんですね。なので、その私がこういったそのストーリーをビジターの方に伝えたいんだけれども、どうやって伝えたらいいだろうか、ずっとこちらの展示会に私が2ヶ月間ずっとその立ちっぱなしでそこに立ち会って、何度も何度も伝えるわけにはいかないので、どうしたらいいだろうかということを相談したんですね。で、どうやったらこのモチーフを実際リアルに見せることができるかということを相談させていただきました。で、その時に関わってくださった2人の方がいらっしゃるんですけども、それによってやっと先ほどお見せしたエクスプローラーっていうのが出来上がったんです。で、これは一人では決してやることができません。やっぱり専門家の方々と本当に一緒になってやって初めて出来上がることです。なので、こういった伝統を継承していく上で、そしてこういった
ったものを残していく上では、決して一人ではできることではありません。やはり専門家と一緒にやっていくべきだというふうに思っています。すごい。ウェリーさんの方からみゆきさんに聞いてみたいことは何かありますか？ Wellington, do you have any questions for Miyuki-san? Oh yeah, I do have a lot of questions, but I would like first to focus on I just want to know like for the motif that you have on the textile, do you have a kind of like a collections of the drawings? Are they names? Are they related to each other? And does it has intellectual property rights like family owned or individual owned of motif? ではですね、たくさん本当聞きたいことがあるんですが、まずちょっと、このことをお伺いしたいと思います。布にですね、織り出されるモチーフについてです。このモチーフっていうのは、実はその、絵として、図面として、描かれているものですか？そして、そのモチーフ一つ一つにはそれぞれ名前があったり、あるいはそのモチーフ同士に何か関連性があるのか。そしてそのモチーフ一つ一つが、例えばその知的財産というのはどうなっているのか、例えば一人の人に所属するモチーフとかいうのがあるのか、それは一つの家系とか一族ですね、に所属する、そういったものがあるのかということです。はいですね、これ私もウェリンさんのそのワークンブーを見ながら、何か久米島紬との模様と似てるというような部分があったりしたなと思いました。Actually, I have had the impression that we have the same situation or something similar in our case with Kumejima Tsurugi. Now that you explain about your motives and its relationships with the the clans and the families. で先ほどのウェリンさんのお話、質問でこの布に織り出されるモチーフには絵として存在しているのかということなんですが、はい、これモチーフがあります。そのモチーフを簡単にしたものがこのかすりの絵柄になります。Yes, as to your questions about if there is any drawing of the motifs used in our Kumejima Tsurugi, yes, there are. We have some motifs, and you see those patterns that are woven into this Kumejima Tsurugi. Those are the simplified symbols of those original motifs. はい。でちょっとすいません、私のもこの普通の縦縞なので柄がないんですけど、地図さんのちょっと見せていただくと、もしかすると、はい、そのアップできますか？はい、それですね、かきじゃと言います。はい。Okay, maybe mine. Sorry, maybe mine is just simple stripes, so you can't tell which motifs. Maybe in Chizu-san's kimono. You can see better this idea. This is called kakija. はい。はい。で、金尺をモチーフにしています。Actually, this kakija represents a metal scale or ruler. はい。で、その上、これが久米島紬でもよく使われる、また沖縄県でもよく使われるモチーフだと思いますが、トゥイガーと言いまして、鳥、ツバメですね、をモチーフにしています。And the above, on top of this, we have another motif, which is quite common in our Kumejima Tsurugi, and it is also a common feature in all of the Okinawa region. It is actually a sparrow. It's called, in our language, it's called tsuigwa. トゥイガー、はい。で、もう一つ、もうこれがもう沖縄らしい柄の一つになります。The other one, which is actually the really, really the most Okinawa-like motif. はい。これがですね、トーニーと言いまして、この豚の餌箱入れ。Oh, this is called toni. Actually, these are the box where you put the how do we say the food where you feed the pigs. はい。
地図さんが身につけている久米島紬のそのモチーフはすべて久米島の人がとても大好きな柄です。So actually now, Chizu-san is wearing this Kumejima Tsumugi filled with all the favorite motifs by the people of Kumejima. はい、久米島紬の魅力を本当にぎゅっと詰めた一枚だと思います。So this kimono actually has all the essence of the attractive features, attractive motifs of Kumejima that you can find of Kumejima Tsumugi. はい、この久米島紬、他の産地の紬の模様もそうなのですが、身近にあるものをとても簡略化して写し取っています。So this is one of the characteristics of the Kumejima Tsumugi and also other fabrics found in the region, that we take motifs from surroundings, the tools and the things we can find around us, and simplify it, and we express it, we weave it into this fabric. はい、でこのトーニーという柄は沖縄の人間は豚が大好きなんです。Why we have this Tony pattern or Tony motif? Because the people from Okinawa adore these pigs. はい。で、鳴き声以外全部食べると言われるほど豚が大好きで。Okay, so they say that, just in a joke, they say in Okinawa, they eat everything about the pig except the way they, the squeak. で、その大好きな豚のこの餌箱をモチーフにしたと言われています。So that's how they came up with this motif that's related to the pigs, they're describing this, their feed bugs. でこちらの模様には知的財産があるかということなんですが、As to the existence of intellectual property with regards to these motifs? はい、ないです。これ織り手が想像した頭の中に思い描いた柄をそのまま織っているからです。Actually, the answer is none. There's no intellectual property secured for these motifs because these are the actually motifs that just popped up in the mind of the weavers, and they just put them into the clothes through weaving. はい。で、織り手によって少しずつ変わります。And there's no standardized patterns. So depending on the weaver, the motif can come out slightly different. はい、ありがとうございます。まだ2人とも意見交換をだいぶしたいだろうと思うんですが、はい、時間もしておりますので、Q&A のコーナーに移りたいと思います。Thank you very much for this exchange, but I know you have a lot of questions that ask each other, but we need to move on to the Q&A because we are running out of time. はい、まず1問目。久米島のプレゼンを興味深く拝聴しました。織の伝統を持つ沖縄の他の島と意見交換などされたりすることはあるのでしょうか？ The first question, let me put it into English. It was quite interesting. I watched this presentation of Kumejima, Kume Island. Is there, do you sometimes exchange opinions with other islands from Okinawa with a similar weaving tradition? はい、どの島でも現在伝統的な技術を次の世代に伝えていくことには困難があるのではないかと思います。よろしくお願いしますとのことです。You can comment on the difficulties you might, I'm sure you have, with regards to the passing on this traditional technology to the next younger generations. It should be the same for any island. If you could answer that. はい。じゃあ、とってもいい質問だなと思いました。
はい、本当に、同じような問題をどの産地も、どの場所も持っております。で、そのためにいろいろよその産地、からお話を聞いたり、意見交換をしたりということは行っておりまして、で、実は今月、また来週なんですけれども、琉球愛保存会さんが、久米島に、お見えになって、で、その意見交換会を行う予定となっております。Okay, so I believe that was a very good question. So all the production locations and other locations really have the same kind of issues as we do. So in order to solve that, we have these kind of discussions and opinion exchanges among those associations and also the locations. And then next week, as a matter of fact, we're going to have this exchange meeting together with ごめんなさい、琉球愛保存会とおっしゃいました。琉球愛保存会です。So 琉球愛Preservation Association。はい。で、大丈夫ですか？はい。そこ以外にも、先ほど私のスライドの方でちょっと説明させていただいた、喜如嘉の芭蕉布保存会ですとか、宮古城布保存会は、お互いその場所を訪ねて、研修を行ったりということも行っています。And other than that, as I have explained in my earlier slides, we visit like the Kijoka Bashofu and also Miyako Jofu to conduct the training with each other. はい、ありがとうございます。もう一問、英語で、クエスチョンが来ているんですが、で、質問なんですけども、素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。プアクンプの織物職人は、霊的な力を持つ神託のようなものと考えられているのでしょうか、それとも伝統的な技術を持つ工芸家として見られているのでしょうか。また、織物職人は、農民でもいらっしゃるのでしょうか。それともフルタイムで織物をしているのでしょうかということです。OK、ウェリンさん。It is a very good question because I can answer you one whole day, but I can also make it very short. Okay, so in the past, the weavers, not all weavers are in the same category. So in the past traditional time, before they were Christians, they actually have 4 different levels of weavers. So the highest level is a weaver who actually received dreams. Only those who have received dreams to see visions, they will be able to present and also to do certain kind of ritual related to the weaving and also the interpretations of the design, and also in terms of dreams to have the design but to clean the whole village. So it's slightly complicated. Should you translate or I continue? Okay, I would like to translate. Okay, thank you. はい、非常に質問ですね。で、質問ありがとうございました。非常にいい質問だというふうに思っております。この質問に関しては、一日中かけても私の方で十分説明するぐらいの内容なんですけども、今日は簡潔にまとめたいというふうに思っております。過去にですね、すべての織り手の人たちは、すべての同じカテゴリーに属してたというわけではありませんでした。で、過去においては、まずキリスト教の方々ですけれども、その4つのレベルの織り手に分かれておりまして、本当に一番トップの織り手の方々ですけども、いわゆる夢というものをその織り手の人たちは見るわけなんですね。で、それをビジョンとして、でそれをいわゆる儀式のような形で織物をするということなんです。なので、そのデザインの解釈をできるのは、この一番トップにいる織り手のみで、こうした夢がデザインの中に盛り込まれるんですけども、そういった非常に村全体をいわゆる浄化するようなことをしていた、こういった複雑なことをしていたというのが過去の経緯にはあります。So on the questions, a kind of oracle who possesses some spiritual power. Okay, that would be referring to a master weaver. So she would be the one who knows how to perform the ritual, who can see some invisible being that is claimed to assist her in conduct this ritual.
And also, she would be the person who knows how to mix all the ingredients for the dyeing of the thread, and also for the, how do you call that? Not to mordant, but to fix the thread with different type of herbs. It's very hard to explain because there are some conflicting ideas about whether the ritual is actually to mordant the thread, or it is just a normal thread bath, which is to give a resistance to the thread so that it does not, how do you call that? So that it can be pacified in order to accept dye easily. And it's only done on cotton thread. Let you translate. Okay, thank you. はい。で、ですね、質問に関してなんですけども、霊的な力を持つ信託のようなものと考えているのかということなんですけども、こういったものを持っているのは、いわゆるマスターウィーバーとして、いる方だけですね。なので、織り手としても、いわゆる本当に匠中の匠の方だけがこういった力を持っているというふうに言われております。というのも、この、織り手のその匠の方なんですけども、儀式をするのもどうやってその儀式をやればいいのかっていうことも心得ていらっしゃる方ですし、それからいわゆる目に見えない、ある何かの人みたいなものがあるんですけども、そういった目に見えないものによって、彼女に対してこの儀式をするにはどうやったらいいかっていう、そういった彼女のサポートするようなものっていうのが彼女には見えてるわけなんです。それと、こういった達人ですけども、例えばどういった原料などを混ぜれば染色に向いてるかっていうのもよく分かっていますし、それからあといろんなハーブとかこういった草を使って糸を整理するわけなんですけども、こういったするわけなんですけども、結構こちらの説明が難しくって、こういったこの考え方にはいろいろ対立する意見があるわけなんですね。なのでよく言われているのが、例えばこういったコットンの綿の糸に関しては、例えば儀式をすることによって糸に抵抗性をもたらすわけです。そうしたちょっとしたこの抵抗性をもたらすことによって、例えば染料がよく染み込むとか、そういったこともあるんですけども、そういった儀式なども彼女はしております。Okay, on the last question, are they seen as craft person? Yeah, they are craft person having traditional skills which they learn. And some of them are also farmers. They're planting vegetables and also rice. And weaving is not actually a full-time job because they cannot really do it like full-time the whole day. They can only do like a few hours. For example, if they want to produce 24 feet by 2 feet, because that's the only length that they are able to produce, it will take them about a few months because there are a few different stages. As the same period as the community that Miya-san is working with, there are different stages of preparing thread and everything. It goes up to 6 months. So full-time, I cannot calculate if there's a full-time because you don't do the whole day, you know? Yeah. Thank you very much for the question. はい、で最後の質問なんですけども、こういった方々は伝統的な技術を持つ工芸家として見られているのでしょうかということなんですけども、はい、彼らはいわゆる工芸家として見られております。で、それでいながらも、その農民でもあります。なので、野菜を作ったりとか、稲を育てたりとかしております。で、この、織物職人なんですけども、この方々はフルタイムでこういったことをやってるわけではありません。一日中織っているわけにいきません。本当にできてもせいぜい数時間といった感じです。で、例をお伝えしたいと思うんですけども、唯一作れるこの、織物のその大きさなんですけども、24フィート ×2 フィートなんですね。で、これを数ヶ月かけて作るわけなんですが、先ほどお見せしたように、いくつかのステージに分けてこの作業を行っています。で、先ほど宮原さんの方からも、これはコミュニティでやってるということなんですけども、糸の剪定からもこういったものをすべてやるには、だいたい6ヶ月ぐらい
らいかかるというふうに思っております。で、フルタイムに、なので、フルタイムに換算することはできないんですけども、一日中この作業をするわけではないので、なので、そういった形となっております。質問どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。もう一問質問来てるんですが、予定時間をオーバーしておりますので、今日のまとめに入りたいと思います。本日の交流イベント、ちょっとお話が尽きない感じはするんですけども、振り返ってみていかがでしょうか。ウェリーさん、本日のまとめ、一言でお願いします。Okay, so we have one more people who have raised a question, but unfortunately, due to the time constraints, we cannot accommodate this question. But anyway, thank you very much for all of you to raise your questions. So I believe this is going to be the end of today's exchange events, and I believe that our discussion was quite heated up, so we were not able to end our discussion. But first of all, Wei-Lin-san, can you wrap up and give any kind of comments from your side? Thank you very much for the invitations and also for sharing the platform with me. Mia-san, I really enjoy your presentations and I would love to learn more about the motif that you have on your textile because I just look at it and I'm thinking an application in my head. I can see all the symbols coming out, you know, like, and also like, I think this would be a great initiative for us to learn from each other on how to improve to the conservations of the cultural heritage and also traditions. I just want to say that, and from my heart, I really enjoy this discussion, and I hope we can continue in another platform on another occasion. Thank you very much. はい、ありがとうございました。まずは、今回招待いただきましてありがとうございます。それから、こういったそのプラットフォームに共有してくださいましてありがとうございます。それから、宮原さんのプレゼンですけども、本当に関心のある内容でありました。本当にこういったそのモチーフなんですけども、もっと私はこのことに関しての知りたいというふうに思いましたし、それからそのモチーフを見ますと、このアプリケーションにすると、どんなシンボルが出てくるのかなというふうになんか頭に浮かぶような感じもいたしました。本当にこの取り組みはとてもいいものだと思いましたし、お互い学ぶ上でも、そして共有する上でも非常にいいものだというふうに思っております。そしてこういったことによって、その文化ですとか遺産ですとか伝統というものを維持することができればというふうに考えております。今回のこのディスカッション、本当に私は心から楽しむことができました。ぜひとも別の機会でこういったものをまた開催して参加できればというふうに思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、みゆきさんからも一言お願いします。はい、おまとめというと、先ほどのね、3番目の質問の方が本当にいい質問で、本当に、その質問に答えながらまとめにさせていただければなと思うんですが、そのプアクンブートの共通点、もう天然染料でお互いにその作られていること。でその豊かな自然の恩恵により育まれた織物であるということがお互いの織物の共通点だなと思いました。Okay, thank you very much. Actually, I am going to wrap up my, give my impression, including the answer to the third question that we couldn't answer in the Q&A session. As to the actually, I found as common features between Puakumbu and Kumejima Tsumugi as being they both use natural dyes, and also they both the fabrics that have been made possible thanks to the natural blessings. はい。でまた相違点については久米島紬は誰でも織ることができるものなんですね。で、プアクンブーはこの夢がこのデザインになってその織り込まれていると。で、物語が織り込まれているというのは久米島にはないものです。で、柄を工夫して、祈りを込めるということはあるかとも思いますが、その物語になっている布というのは
それは久米島紬にはなく、とてもそのプアクンブのその特徴だなと思いました。Okay, as to the differences between the Kumejima Tsumugi and Puakumbu is that our Kumejima Tsumugi can be woven by anyone. Anyone can do it. But as to in the case of Puakumbu, well, you have these dreams converted into designs and also stories woven into the fabric. So this is not something no anyone can do. And in our case, sometimes, yes, we reflect some or we put our prayers into some motifs. We express our prayers or wishes through the motifs. Yes, but not as much as a story being involved. So that is a major difference between our fabrics. この織物に祈りが込められる、またその力があるという考えは古い、沖縄での織物の考え方の一つでもあるんですね。This weaving our prayers and wishes into the fabric, or the belief that the cloth itself, fabric itself, has some power, special power. That is the old belief that we have in our Okinawa region. なのでこのプアクンブーというのはその織物の原点のような思いが現代に受け継がれているすごい貴重な織物だなと思いました。I think the Puakumbu is quite precious because in fact it still preserves this fundamental idea of that's related to the fabric of that the fabric has its spiritual power, its special power. That was the original meaning that we gave to the fabric. So I think I find this Puakumbu quite precious. それがプアクンブーの特徴というか魅力の一つだなというふうに思いました。I truly believe that that is one of the attractions of Puakumbu. はい、ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you very much. それではですね、沖縄アジア交流プロジェクト島をつなぎ暮らしと文化を語る第3回交流イベント伝統文化とモダンライフ久米島とマレーシアの会をご覧くださり誠にありがとうございました。こちらで本日のイベントはお開きとなります。みゆきさん、ウェリンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you very much for watching Okinawa Asia Exchange Project Connecting Islands, Life and Culture, third exchange event, Traditional Culture and Modern Life, Kumejima and Malaysia. This is the end of today's event. Thank you very much, Miyuki-san and Welin-san.